包丁一本にも多く使ってもらいたいから一生懸命考えながらやってますから。これからも仕事一つに頑張ります。平日日曜関係ないです。はいらっしゃいませ。こんにちは。おはようございおはようます。ございます。小宮明光と申します。刀ですると7、8代目ですけど、白国光になってからは4代目ですね。2、3日前70になりました。お誕生日迎えたばかりなんですね。はい、そうです、そうです。はい。取り扱っている包丁って見せていただけますか？そしたら向こうに行きます。どうぞ。はい。これはうちでは特別牛刀ですね。形が牛刀型であって万能包丁ですね。結局野菜も肉も魚もできるっていうことですね。鋼材って何を使っているんですか？白い1号といって安毛鋼のやつですね。包丁の特徴ですね。これこれ酸化鉄がついてるんですよ。これがついとると錆びにくいし、表面デコボコしてるから野菜がくっつきにくいんですよ。こちらはなんかどういった包丁？これはステンレスに鉄の鋼を挟んで作ったやつですね。白紙1号とほぼ変わんないくらいの硬さを持っている鋼ですね。牛刀型のこれのちょっと長いやつですね。刃渡りは何センチあるんでしょうか？うちでは23と言ってますけど、23ですね、ちょうど。これ比べてみたらどんぐらいあるんですか？結構。はい、サイズも長くなると幅が広くなるからですね。この、ステンレスの包丁はこの特別黒打ちと比較してなんかどういった特徴があるんですか？これは横がステンレスですので、横は錆びない。鋼の部分は使った後きちっと拭くとか洗うとかしないと錆びるんですけど、横は錆びないですね。取り扱いはこっちの方が楽です。切れ味の点に関してはやっぱどっちの方が優れているんですか？安毛鋼といって包丁に一番いい材料ですから、どうしてもこっちの方が切れ味がいいんですよ。この後作っていただく包丁なんですけど、どれに当たるんですか？この玉鋼の包丁ですね。この包丁は玉鋼、刀を作る材料で作ってます。切れ味はもうまず違います。これが玉鋼ですね。これはいいやつですね。はい、島根県の出雲でたたら製鉄って言って日本ではその一箇所しか今作ってないからですね。日本古来の鉄ですからよそには刀鍛冶じゃないとこの玉鋼というのを使えないから、刀鍛冶のために作ってやるところです。だいたい900度ぐらい。ここは1000度ぐらいありますけどこれ一部分だけですね。
これ焼きが入ったからこれを割っていきます。こういうふうに割って使います。割れた面はこういう感じですね。この割れたとこで粒になってるの分かります？粒の玉鋼は粒の集まりなんですよ。木炭と砂鉄と交互にずっと入れていきながら燃やして、そこに砂鉄の中の鉄だけが溜まって取れたやつですね。それが玉鋼。はい。これはうちで作った自家製鉄の分ですね。あんま変わんないでしょ。玉鋼ばっかりだと自分とこの特徴が出ないから、もう玉鋼とほとんど変わんないですね。これも自家製鉄ですから、もう玉鋼みたいなもんです。なるだけ隙間がないように傷の原因になりますから。これも刀と同じように、刀もこういうふうにするんですよ。玉鋼の包丁は刀ともう同じようにしなきゃいけないんですよ。はい、これをまた火にくべて沸かしっていう作業をします。これは泥汁です。鉄が酸化しにくいように。沸かすっていうのはこの中1300度完全に上げてしまわないといけないから、木炭が多くいるんですね。だいたい20秒から30秒ぐらい使います。触れないから火の色を見て鉄が沸いたか沸いてないかを見ます。あと15分20分ぐらい。だんだんとここも熱くなってきます。今暑いです。まだまだこのくらい序の口です。大体10回か15回ぐらい折り返して、ずっと折り返してこう切った面がこうきれいにくっついてしまうまで。その時の地金の都合で違うから同じみたいに同じ回数で終わんない。時間10倍かかります結局玉鋼を折り返し鍛錬しなきゃいけないから、その分時間が長くなるからですね。月に5本か6本。色全然違うでしょ、木の色が。めちゃくちゃ明るいですね。
全然違うでしょ。ほらこれが柔らかい鉄をさっきみたいにギラギラなってないもう柔らかい鉄がもうあるんですよ。包丁は外側が柔らかい鉄ですからだいたいこう厚みが同じになるぐらいに合わせていきます。こういうふうに合わせます。ここが失敗の原因になるんです。これがきちっとくっついてないとダメになるから一番重要なことですこれで今までした仕事が全部パンになるかなんないかだから。熱すぎると厚みが厚くなるから品物が重たくなるからあんま熱いと。もう日本刀とほとんど変わらんことするけん。そうですね。ここまではあとは包丁になるかならんかは長さで決まるいかんから、こっち側が刃になる方、こっちが峰になる方。まだ熱かった触ってみる？ここを触っそうでもね。でも握れないですでもそれを握るいやすごい好きなところは包丁の形に伸ばすとこですね。やっぱり形になっていくからこれ慣れないとこの形できないんですよ。変な格好になるんです。
保護メガネが必要ですか？火花の目に飛んでくるけんレンズに傷がつく。包丁になってきましたかっこ悪いですよ、手袋はめとく。目尻をきちっと合わせます。はい、出来上がりです。今度は焼き入れです。ちょっと変わります。焼き入れ担当。弟の、ソヨ水です。今ガチッと焼けてるので、それをなんていうかね、柔らかくというか、そういうふうにします。あるかコーヒー飲むよ。6人兄弟の2番目、一番でまた6人今日6人、一番一緒がで2番目娘でしょ。で3番目が一緒でしょ。4番目が大阪ゴルフ。5番目は飛びか。飛び。飛び。すぐって言ったのはもうそうだけですか、お一人だけです。そう長男だけやりたいって言ってからね。だいぶ高校卒業する時も揉めたけど喧嘩したらって私と。まあありがたいことに一応は後継ぎさんっておらすけど、その下がおらんけんね、どこまで行くかは。やっとなった。ドッギー。途中まで磨いて。そこだけ何かあったけんが。わからん。飛ぶ用のはい。台につけた方が力が入れやすい。これ今度はもう手でもっときれいにやっていきますので。これで押さえてるんですよ。右はかかとで左はつま先で、これ刀の時の座り方です。これやんないと肌が出てこないから綺麗に。もうだいぶ慣れてだいぶようなったけど、もう最初これは足が痛くて肌出すために、これじゃいかんこれじゃいかんって沸かし方とか地金の組み合わせとかで
変わってくるから、やっと出るようになってきたんですよきちっと大きい肌を出すために、やっぱ包丁一本にもなるだけ多く使ってもらいたいから一生懸命考えながらやってますから、もうやっぱりお年めすとそれなりに力もないし、料理したくないと思うよりもさっと切れる包丁だと、料理が楽になったって言われるとそれが一番嬉しいから、こんなに簡単にできるやんってはい、通ります。ここでやります。はずやといって内曇りの柔らかいとこを和紙紙に貼って使ってるんです。使い物にならないカード。定規扱いそう定規代わりに使ってるの。はい、あんまり変わらん色になりました。完成です。OK です。こんばんは、遅なりましたうちの包丁ばっかり。これが今使ってるやつの全部です。今仕上がったけど仕上がってもう持ってきて。出来上がりの。なんか骨もスパッといったね今。は骨もスパッといったな切れる包丁っていうのはここの身自体がぐにゃぐにゃってこうしてるでしょ、こういうとこが、はい、これがあればあるしこいいということでいいんです。これがいいからです。よく切れる。いいです。すごくいいです。刺身も食えます。しゃぶにもどうぞ。食べる？ほらまっすぐピシャリ切れとテカテカしといきまーす。うまい
それでそんなあさすが炎の中で触る包丁触るぐらいだからもうどうぞ熱くないよ。いやいやいやはい。お誕生日を迎えて70歳になってなんか抱負とかあります豆腐は好きやけど、豆腐は好きですこれからも仕事一筋に頑張ります。あら仕事と趣味じゃなかった仕事一筋になってしまった平日日曜関係ないです仕事をいつまでやりますか。できるだけやりますやってる間何遍も取り来てまた行きます